丸です。ついにやってきました。 iPad Pro の最新版有機 EL のようなコントラストに感じました。絵の生産性に関わってきます。ストレスがない。線を引いたらすでにこんにちは。イラストレーターのののまるです。ついにやってきました。 iPad Pro の最新版。これを予約日にサイトに貼り付いて入手しましたので、今回はイラストレーター視点で見る最初の使い勝手や今まで使っていた無印 iPad との比較、今までの iPad Pro や液晶タブレットと比べて何が新しくなったのか、ここが気になるなぁというところをレビューしていけたらと思います。では早速見ていきたいと思います。開封動画を後ろで流します。こちらの iPad Pro は2021年5月21日に発売となったモデルで、1ヶ月前の Apple イベントで発表されたモデルです。私が購入したモデルは 12.9 インチの M1 チップ、メモリー 8GB の 128GB モデルです。軽く紹介をしますね。前モデルの2020年の iPad と比べて CPU 性能が 50% アップ。メモリは 6GB から 8GB と 16GB の大幅アップ。ストレージに関しても2倍の 2TB モデルが選べるようになりました。特に目を引く点としては、2020年末に発売された Apple シリコン製の MacBook Pro と同じ M1 チップという CPU を搭載していて、デスクトップパソコンと渡り合える性能を搭載して発表されました。M1Mac はこのチャンネルの動画担当のアグさんが動画編集でいつも使っているらしいです。めちゃくちゃ快適だそうです。確かに CPU 性能やストレージが多いことなどはすごく魅力的に感じたのですが、イラストレーター目線から見ると一番魅力的になるのはディスプレイです。スーパーレティナ XD ディスプレイという Mac Pro 用のディスプレイと同じ技術のものを搭載しているのですが、こちらは普通の液晶ではなくミニ LED という1万個のバックライトを搭載してコントラスト比100万対1を実現しています。簡単に言うと、液晶ディスプレイは暗いところは暗く、明るいところは明るくという表現が苦手なんです。その苦手なところをミニ LED という技術で解消したものが今回搭載されました。少なくともこれは液タブとして使えるディスプレイで現状で一番輝度が高く、色域が広く、明暗差が高いと思います。アップルの約60万円のディスプレイと同じ性能が搭載されているみたいです。実際の映り方についても後で紹介したいと思います。スマートフォンやテレビなんかだと有機 EL というコントラスト比が高い方式を採用した非常に美しいものが数多くあるのですが、ちょうど液タブに使われているような12インチから27インチのディスプレイってほとんどが普通の液晶だったりします。今まで液タブでは有機 EL やミニ LED を搭載したものはありませんでしたので期待ですね。こちらが本体です。めちゃくちゃかっこいいです。2018年モデルと2020年モデルと比べてほとんどデザイン上の変化はありません。自分がこれまで使っていた無印と違ってホームボタンがないためにより大きく感じますね。薄さは 6.4 ミリしかありません。2020年のプロモデルに比べて新しいディスプレイになったことで 5.9 ミリから少し厚くなったんですが、自分には十分な薄さだなと感じました。iPad はスタンドに乗せて書くと思いますが、厚みがあるとうまく乗らなかったり、端の方が段差で書きにくかったりするので、この薄さは嬉しいです。持ち運びにも便利です。ではディスプレイを見ていきましょう。
どのぐらい違うのか比較するために 10.2 インチの iPad と 15.6 インチの液タブを用意してみました。どちらも IPS 液晶です。通常の液タブは画面の比率が16対9なので横に大きくてこういったツールが配置しやすいです。それに比べて iPad は5対3なので感覚としては縦に長いディスプレイですね。もしかしたら横長の方がいいという方もいらっしゃるかもしれませんが、自分は慣れたので特に気になりません。iPad の無印モデルでも十分に綺麗なんですが、正直全然違いました。今回とてもわかりやすく画質が良くなっています。こういうところ、黒いところの白い線のくっきり感、全然違いますね。黒い部分が多いものを表示させると違いがわかりやすいかと思います。白の部分の輝度も肉眼では有機 EL のようなコントラスト比に感じました。試しに同じ絵を3枚のディスプレイに表示してみました。いかがでしょうか。カメラでは分かりづらいんですが、こういうところで明暗差が結構くっきりと出ているのではないかなと思います。これもカメラでは分かりづらいかもしれませんが、色の表現性も非常にいいです。無印 iPad でも十分綺麗だと思っていましたが、比較するとはっきり違いがわかるぐらい綺麗な印象です。解像度は 2732×2048 ピクセルで十分な解像度です。このあたりはフル HD の液タブを使っている方からしたらかなり高精細に見えるんじゃないでしょうか。解像度に関しては各社液タブが 4K 対応であったり、安いものでも WQHD に対応するものもあったりと、より高精細なものが増えています。それらのモデルって結構大きいんですよね。13インチクラスで高精細なものはなかなかないので、小さくて高精細なものが欲しいという人にはおすすめです。今回画面が非常に綺麗になったことでイラストの完成度が結構変わってくるかもしれないなと感じました。もう一つ iPad Pro の2018年モデルから搭載している機能であるプロモーション機能というのも健在です。それは何ぞや、どんな機能なのと言いますと、リフレッシュレートといって画面を書き換える回数が通常1秒間に60回が普通なのですが、iPad Pro は120回の倍の書き換え回数になっているというものです。これが非常に普段使いの書き心地に影響してきます。リフレッシュレートが60回の iPad と同じくらいのスピードで書くとこのくらいのペンの追従性が変わります。イラストレーターはペンで書くということを毎日数百回数千回と繰り返すので、追従性は絵の生産性に関わってきます。ストレスがない、線を引いたらすでに真下に書かれてるという感覚です。ただしプロモーションテクノロジーに関しては使うアプリの性能やサイドカーでパソコンにつないだ場合などは非対応となりますので、そのあたりはお使いになるアプリの対応状況などを調べてみてください。ちなみに私の使っているクリップスタジオではきちっと問題なく動作しました。次は携帯性です。家でお絵かきをする場合はいいのですが、 iPad は単体でお絵かきすることができますので、持ち運んで使う場合があると思います。で、この 12.9 インチ2021年モデルは 682g あります。 350ml のビールの缶2本分なのでそこまで重いとは感じなさそうですが、実際に持ち運んで使うことが多いという方は11インチモデルを選ぶということも選択肢に入ってくるかもしれません。価格や OS の面で直接のライバルとはならないのですが、単体で絵の描ける OS 内蔵の液晶タブレットという面で見ると、ワコムモバイルスタジオプロ13は 1440g と2倍以上の重さがありますので、 iPad Pro はかなり頑張っている方かなと思います。
その他にも単体の液タブと比較すると実は結構軽かったりします。単体の液タブは13インチでも1から2キロ以上のことが多いので、液タブとして見ると実は iPad はかなり軽いんです。それでも重いことには変わりはないので、持ち運びが多い方や片手で立ったまま使いたいという方は購入前に十分に重さを試してみてください。11インチ iPad Pro と iPad Air 4世代は約 460g なので 500ml ペットボトル1本分です。私は 12.9 インチでも結構持ち運べるかもしれないと思いましたので、実際に外で使ってみた動画もいずれ撮りたいと思っています。次は外部端子です。この充電する端子は今までの USB-3 の C 端子ではなくてサンダーボルト4とか USB4 とか呼ばれるものです。こういうパソコン用の拡張端子をつなぐことで、こんな風に iPad をディスプレイにミラーリングしたり、対応している USB をつなげるようになりました。ここではものすごく転送速度が速くなった端子と覚えてください。最大 40Gbps で転送できます。イラストのデータは実は結構重たかったりするので、パソコンで管理しているデータを転送するときなどはさっと転送して作業に移ることができるといった使い勝手が向上しています。こちらは番外編です。お絵描きには直接関係はないんですが、 VTuber である私がいいなと思った点についてお話ししたいと思います。2021年モデルではインカメラが超広角っていう広い範囲を撮れるカメラに変わりました。インカメラが超広角になると VTuber のモデルのトラッキング範囲が非常に広がるんですよね。顔を大きく動かしてもモデルのトラッキングが止まることがなくなります。実際に iPhone や iPad Pro を使ってトラッキングする場合は Face ID の赤外線深度センサーなども使用するのですが、こちらのセンサー類は以前からカメラよりもずっと広角でした。今回カメラが広角に対応することで VTuber モデルで放送をするときや収録時に無駄に気を使う必要がなくなりました。メインのアウトカメラは2020年モデルのものと変わりません。赤外線深度センサー付きの超広角の二眼カメラで、今回 M1 と CPU が搭載されたことによって画像処理速度が向上しているため、以前より綺麗に映る場合もあるかもしれません。ここからちょっと気になった点について、私の環境では iMac2017 につないで、今まではサイドカーデバイスとして使っていました。これは Mac の拡張ディスプレイとして iPad を液タブのように使用するもので、2021年モデルでも快適に利用できます。注意点としては先ほどのプロモーションテクノロジーが効きません。 iOS アプリ版のクリスタと比べるとストレスがたまるぐらいにはペンの追従性が悪くなります。なぜ今まで直接アプリ版 iPad でお絵かきをしていなかったのか。その最大のデメリットがファイル管理のしづらさです。イラストを描くときは資料であったり差分であったり多くのファイルを扱うことがあります。相対的に MacOS ではファイル管理は抜群に優れているので、そちらを使ってしまっていました。今回 iPad Pro 2021になったことで、そのデメリットよりもプロモーションテクノロジーの格安さをとってアプリ版で iPad 単体でお絵かきをしてみようかなと思っています。そしてもう一つ iPad 単体で使う場合のデメリットとしては Bluetooth の左手デバイスが使えないことです。 iPadOS で使える MFI 認証がされている左手デバイスがほとんどありません。お絵かきの際にとっても便利な左手デバイスを諦めてキーボードを使うか他の方法を考えるかしかありません。一番現実的なのはキーボードを使う場合です。私は Bluetooth キーボードにショートカットを割り当てる使い方をこれからしていきたいと思います。私の感じるこのデメリットは iPad のデメリットというよりは iPadOS というソフトの問題ですので、近い将来
Mac と同じ CPU を搭載したこの2021年モデルから MacOS が使えるようになることを非常に期待しています。最後に価格のお話をしていきたいと思います。 iPad Pro はちょっと高いです。実際に最も安いモデルでも 94,800 円からで、上位モデルになると30万近くになります。今回購入したものと同じ 12.9 インチのものとしては129,800 円からとなるので、初期投資としては結構勇気がいる買い物だと思います。イラストデバイスは1日に何時間も見つめて、何時間もここにペンを走らせるので、好みに合ったものを探す必要があります。その中で私にとってはかなりベストに近い選択になったのではないかなと思います。ここまではいらないよ、もう少しライトな機種はないのという場合は、無印の iPad でイラストを制作する紹介や安価なイラストタブレットのレビュー動画も過去に上げていますので、ぜひ参考にしてみてください。今後はこちらの iPad で実際にお絵かきをしてみて、 iPad 版のクリップスタジオの性能の違いや使い勝手、 PC 版との違いを紹介する動画を公開する予定です。 iPad でお絵かきしてみたいな、気になるなという方はぜひチェックしてみてください。以上 iPad Pro 2021年版のファーストレビューでした。このチャンネルではお絵かきに関する情報を発信しています。よろしければぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると制作の励みになりますので、よろしくお願いします。それではののまろでした。